魔女漫画、魔女の下僕と魔王の角。漫画家はもち先生です。あらすじです。魔王城の近くに2人の魔女と魔物の青年が暮らしていました。2人の魔女はしてい。しかし、師匠の魔女が原因不明の呪いにかかってしまいます。師匠の魔女は薬のレシピを弟子に託し、体の時間を止めて眠ってしまいました。弟子の魔女ベティとその下僕である青年アルセニオは薬の材料となる魔王の角を求め、魔王城に乗り込みます。この時魔王城にはもう一人レイという氷魔法を使う女剣士が侵入していました。ゆるキャラのような見た目をした魔王ですが、強さは本物。今すぐ角を奪うのは無理だと判断したアルセニオはレイと共に魔王城を脱出します。するとレイはとある目的で師匠の魔女を探していたことが判明します。師匠の魔女を目覚めさせるという目的が一致した3人が共に魔王の角を狙うというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目はギャグ要素です。本作は魔女や魔物が登場するファンタジー漫画であると同時にギャグ漫画でもあります。ゆるキャラのような見た目の魔王は変態だし、北の閉ざされた地で育ったレイは天然で抜けているし、他にも濃いキャラばかり。アルセニオはツッコミ役として必死に頑張っています。特に序盤はギャグ要素が多いため、もしギャグの趣味が合わなければフェードアウトしてしまう方もいるかもしれません。しかし、読み進めると深いストーリーが徐々に展開していくため、ぜひ最終巻である16巻まで読んでみてほしいです。2つ目のおすすめポイントは魅力的なキャラクターです。16巻もあるということで様々なキャラクターが登場しますが、彼らに共通するのは誰かのために行動している点です。師匠のために薬を作りたいベティ、自分の魔女のために魔王の角を狙うアルセニオ、幼馴染のためにもある願いを叶えたいレイ。最初は欲のままに行動していた魔王ですらだんだんと変わっていくのです。本作はアルセニオ視点が比較的多いですが、時にはレイたちも主人公となり得る群像劇に仕上がっています。最後3つ目のおすすめポイントは多様性というテーマです。多様性やテーマという言葉だけ聞くとお堅く感じられたり、説教臭いものに思えてしまうかもしれませんが、本作は決して押し付けがましく描いていません。男と女という性別の違い、魔物と人間という種族の違いを登場人物たちの悩みとして描いているため、読者にも伝わりやすく、感情移入がしやすくなっています。本作を読むと自分とは違う人に対して少しだけ優しくできるような気がしてきます。楽しみながら読むことができ、かつ心に留めておいた方がいいよねと思うことを教えてくれる物語、漫画っていいなと改めて思わせてくれる作品です。